以前琉球王国誕生物語の中で紹介したように、1605年に編纂された琉球王国の歴史書中山正巻によると、天帝の命により天海峡が琉球の島々を作り、男女一人ずつの神を島に使わしたと言われています。その後、男女の神は島で三男二女を設け、長男は国王の祖先となりました。また、次男はアジと言われる各地域の長に、三男は農民の先祖と、長女は最高位の神官、次女はノロと言われる巫女の先祖となりました。国王となった長男の子孫を天孫子と言われています。天孫子は25代にわたって沖縄本島を支配したとされています。その後14世紀に入ると沖縄本島では各地でグスクを構えていたアジを束ねる強力な王が現れ、14世紀には3つの国にまとまりました。亡き人相を中心とする北山、浦添から首里を中心とする中山、また現在は糸満市の一部となっている旧高峰間霧の大里を中心とする南山の3つの勢力が約100年にわたって争いを繰り返し、やがて琉球王国が誕生するまでの間の時代を三山時代と言います。いずれも中国の明に調遇し交流を深めたことから、中国の明実録、明史といった歴史書には中山、三南、三北との記載があり、正式にはこの名前が使われていたようですが、その後に中山政府などで中山の表記に合わせて南山、北山と書かれるようになったと言われています。三山時代の終わりには南山の佐敷阿字が勢力を増し、1405年に中山を、1416年に北山を、1429年に南山を滅ぼして琉球を統一しました。この人物が昭和氏で、昭和氏は1406年中山を滅亡させた後、首都を浦添から首里に移し、父である彰子章を中山王に即位させました。また1416年、北山を討伐した後には、次男の彰中を北山の看守として北部の抑えにしました。1421年に父親の彰子章が亡くなると、翌年に中山王に即位。1429年、南山を滅ぼして琉球王国最初の統一王朝を成立させました。在位中は首里城を拡張整備し、王城にふさわしい城としたほか、合わせて阿国山に花や木を植え、中山門を創建し、外苑を整備しました。また、那覇港の整備を進め、中国をはじめ日本、朝鮮、南方諸国、海外諸国との交易を盛んに行い、琉球の繁栄の基礎をもたらしました。この後、琉球国は1879年、明治12年までの450年間、琉球諸島を中心に栄えることになります。天海峡が沖縄を作った後、天海峡の連れてきた男女の神の子である天孫子が治めていた沖縄ですが、日本の鎌倉や室町時代にあたる14世紀になると、三山時代といわれる一種の戦国時代が約100年続きました。それまで各地で力をつけていたアジと呼ばれる豪族の中から近隣のアジを束ねる王が現れ、やがて北山、中山、南山の3つの国に分かれ、それぞれ3つの国が琉球の統一を目指す動きが起こり始めました。その中から
佐敷の味であった昭和氏が1429年にこれら3つの国を滅ぼし琉球王国へと統一し、その後明治時代までの間、第一彰子が7代40年、第二彰子一族が19代410年の間統治していくことになります。三山時代の頃からは中国明とも交易があり、昭和氏は中国はもとより日本、朝鮮、東南アジア諸国との外交貿易を促進し、首里城をはじめとする首里の整備を行いました。また昭和氏は政治顧問として中国人の快挙を重用するなど斬新な政策を行った人物でもありました。昭和氏は1439年に死去し、首里の天山陵に安葬されたと言われています。さて、今回の琉球王国誕生物語、群雄割拠の100年三山時代はいかがでしたか？おっチャンネルでは次回から3回に分けて北山、中山、南山の3つの国の城跡、グスク跡を紹介する予定です。お楽しみに。それではまた。バイバイ。